はい、こんばんは。みんなさ、瞳のハイライトの話やねんけどな。こういうお便りがあんねんけど、このちょっとショート見てくれた人がいると思うねんけど、こっち向いてるやつに対して、鏡見てな、この辺に明かりあると思うねやんか。自分の目を見ながら首を振ってほしいねん。俺はこの目やったらこっち向いてるからこっちにした方がいいみたいなこと言ってんねんな。これ見てもらったらええねんけどな。こう向いてる方向にこのハイライト移動してんのがわかると思う。こっちにあるから本来こっち側光るはずやねんな。人間が瞳合ってる時って向いてる方向にハイライトが結構ついてくんねん。本来変わるはずやねんけどめっちゃついてくんのよ。原理はようわからん。だからほとんどの人が向いてる方向に自然と大きいハイライトをつけてるはずやん。それ完全に間違ってるぞ早速やってこうか。これはなんでダメなのか。まずはこのビー玉が多分主役やと思うから、このビー玉を見てもらわんなあかんねんな。で、ビー玉を見てもらってから、この奥まで行かなあかんねんけど、ここに何の奥行きも表すものがないねん。真横一直線で書かれてしまってんねん。この型から前に出ていかんなあかん。こういう円柱になってないから、みんなにとって前に出てるって認識できひんねん。こう見ると腕伸ばしてるように見えるやろ。この考えがこっから下何もできてない。上から見るっていうのは頭の下から体が重なって見えていかんなあかん。でも、もう何も重なってない。だから、ぺったんこに見える。で、これって、照なってもうてんねん。男性っていうのは、思ってる以上にカクカクしとんねんな。男の人の、ここあるやん。ここは、下に下ろすって思わない。この線っていうのは、まぶたの奥行きの線やからな。ここ指引っ掛けれるやろ。目横見たら、今、ここ触ってんねんからな。この部分。じゃあ、これって奥行きになってるよな。今、俺がここで何したかっていうと、ここで角度をつけたのよ。目の彫りが深くなったように見えんねん。目のここも実際はそうなのよ。だからこの眉毛とかも、側面の意識をせんなあかんわけだ。なので、ここから横、側面になってるというわけ。こう、丸くなっていってるわけやから、この辺りからラインが変わるわけや。じゃあ自然とこの辺りにラインが見えてくんのよ。顔のパーツでパースを見せてんねん。これでもっとかっこよくなったやろうなーって思うな。サウルルス、顔アップ。顔はアップになってるけど、この書き込みだったら、ラフレベル。いいかいみんな。たかが1枚だと思ってるかもしれへんけど、これって、めちゃくちゃ割合的には少ないねん。立ち絵イラストってめちゃくちゃ時間かかんねんな。なんたって全身描いてるから。今みんなが描いてる部分って、たったこんだけ。筆動かす時間とかもめちゃくちゃ少ないから。その中でも全然書き込めてない。なんたって線がガタガタしている。この金属なのか金属じゃないのかよくわからない質感とかになっているのは許されないの。プロになったらこれをやらんなあかん。全身の質感とかに手抜いてあかんわけよ。頑張ろう。はい、テイ君。あれれ負け惜しみですかっていうのが全然伝わってこへんねんな。何に負けたんかわからへんし、一切この手が女の子らしくない。これ顔で説明したのと一緒で、こう見ると出っ張ってるなってのわかるよな。ここまでやると、こっち向いてるわっていう感じするよな。じゃあ、この指に何が足りないのかもうわかったかな？この指に足りないのは、この説明がないのよ。こうつけるとさ、急にこっち向いてる感じにせえへん？説明せんなあかんねん。線だったり影だったりで。ここにこうやってつけるだけで指が浮くやろ？指がうまく描けないっていう子はこれができてません。行き過ぎとる。収めろ。角度がもう違うやん。目が暴れていっと、正面のところまで、で、収めよって言ってんねん。ここまでで収めましょって言ってんねん。こっから先は側面だからね。目印あるやん。ここまでやん。これ以上目はみ出たらあかんねん。はみ出たらおかしくなんねん。ここで収めましょって言ってんねん。はみ出てないやろ、こっから。ルール違反しとんねん。暴れるな。俺のがこの子好きなんじゃない？わちゃくんは、まず、人の形がまずなってないのね。わっちゃっちゃいるかわからんけど、まず、このキャラクターって、斜め向いとんねんな。こう顔を上げて、片方を向いたら、もう頭の膨らみはこっち側になんねん。今斜め向いてるってことは、こっちの耳が奥に引っ込むんやろ？で、こっちの耳がよく見えるようになるんやろ？じゃあ、こうなりますよね。でも、わっちゃっちゃが書いてんのは、もうこういう状態なんだよ。人間じゃないよね、これね。帽子かぶってるとかやったらわかりやすいけど、帽子じゃないよ、これ。まずはね、顔で覚えるときは、サイコロを思い浮かべてね。で、サイコロに慣れてきたら、だんだん丸くしていきましょう、こうやってね。慣れてきたらこう。仕組みがだんだん理解できてきたら、ちょっと形をね、複雑にして、まずはこの当たり前のことを覚える。
こう顔を傾けたりすると、どこが見えんくなって、どこが見えやすくなるのか。顔の角度をある程度正面、サイコロの正面で描いて、このぐらいの斜めで描いたら、あ、耳がこの辺か。こうやって覚えていきましょう。煽りとか俯瞰の場合もそうよ。ここで中心になってくると、あ、じゃあこの辺に耳ついてんのかと。頭のつむじとかもね、ちゃんと決めといてね。みんなもサイコロ頭くんをね、考えておきましょう。顔の面と耳の面とつむじくんの面と。このサイコロ頭くんの仕組みさえちゃんと理解できてたら迷わへんやろ。はい。次行こう。もうこの絵を見た瞬間に何を言われるかわかるよな。前かがみの話になって横向きになった時にもうわかるよな。もう仕組みとしておかしいなっていうことになってるよね。前かがみになって見てるんだったらもう首ってほとんど見えないのね。で肩も下がるし。でな、みんなね、このポーズをする時にめっちゃ間違うのが肘前に出てんのよ。前に出ないよね。みんなこのガオーってやるポーズをやってほしいねんけど、肘が胸より前に出ることないよね。このイラストはもう明らかにこの服の裾が胸の前に出てるっていうのがもう証明になってしまってるから、ありえんことばっか描いてんのよ。で、ムカつくのが、これは絵を描いてない人でも分かってしまうのよ。人間の動きだけは言葉には説明できひんけども、脳裏としてしっかり頭の中に焼き付いてるから。絵を描かん人でも。人の動きだけには敏感やから、あの人たちって。みんなは人の仕組みを、そいつらよりちゃんと理解しとかんなあかんのよ。言葉としてね、ちゃんと仕組みを理解しておかなきゃいけない。下手くそって言われないために。デッサン狂ってるって言うんじゃなくて、仕組みがおかしいよって言われてんのあれ。説明はちゃんとしてこうへんから、デッサンっていう言葉で片付けられてしまうけど、でもそういうことなんよ。ものをちゃんと正しく書けてないからデッサン狂ってるよって言われてるだけの話や。だからこれはお尻が言ってるんだったら、お尻が後ろにあんねんからね。パンツがこうよ。パンツがこう、奥に引っ込んでるように書かなきゃいけないよと。前かがみになってるんだったら、胸もしっかり下に下げなきゃいけないよと。こうなるでしょと。ね、こうね。せっちゃんもこれで上手くなるわ。みんな上手くなるわ、これで。肘は後ろに行ってるし、今この状態やったら、重力になってないやろ？ちゃんと、キャラクターの下。キャラクターたちの地面の方向にアクセサリーを向けなきゃいけないよ。で、この顔を買ってただただ真正面とかじゃなくて、前かがみになってんねんから、ちょっと顎を引いて、サイコロをイメージして、じゃあちょっと頭頂部が見えると。みるみる可愛くなっていくやん。ルールに今乗っ取ってるだけやで。こういうポーズした時ってこうなるよねって。仕組みに乗っ取るだけ。で、ちょっと上目遣いのねと。はい。世界のルールに乗っ取ったら、こういうことよ。覚えようぜ。しっかり。下手くそとか言われたくないの。神絵師って呼ばれたいやろ？もうこういうことよ。覚えちまえばいいのよ。ルールを。一個一個ルール覚えていったらええねんって。サイコロっていう風な仕組みとかっていうのをせっかく教えてあげてんねんから、覚えたいだけ。それ覚えるだけで下手くそな奴らに勝てんねんから。他の奴よりルールを一個覚えたら確実に絵は上手くなんねん。進むねん。一歩ステップ進んでんねん。ルール一つ覚えてたら。そいつより絶対一個上手いねん。前、クロッキーとかやった時にさ、一回でも文鳥書いたことあったら、絶対文鳥書いたことないやつより上手いって言ったん、覚えてる人いるかわからんけど、一回書いただけって言うけど、一回書いたら、なんとなくでも仕組み、特徴っていうのが覚えれるわけだ。だから次、二回目書いたやつの方が上手いねん。特徴をそいつより知ってるから。だから、何かを物を買う時の仕組みを覚えてたら、絶対他のやつより上手くなんねん。それをみんなせえへんから、なんで覚えやんなあかんねんとかなってるから、いつまで経っても下手くそなまんま。仕組みを覚えたら勝ちやねんって俺たち。1個、2個、3個、人間でもいいし、何に対してもいいから、仕組みをそいつより1個覚えてるだけで、絶対自分の方が上手くなんねんから。覚えよう。しっかり。だからこれは僕書き直したわけじゃなくて、正しい位置にしたらこうなるよねってやっただけやねんから。じゃあみんなで仕組み頑張って覚えていきましょうね。はい。俺もいい復習になるわ。じゃあ今日はこの辺で終わります。ちょっと休憩して俺は今日2枚目寝るまで。
本日9月4日、私の誕生日でございます。みんな、絶対当てられないであろう予想外の告知がございますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、改めまして、まず、第1段階、じゃじゃんかげこちゃんの漫画が、ででんピクシブブースに販売決定しますということで、買いたくても買いてなかったよって人がね、いたと思うので、ぜひともお買い求めいただければと思います。そして、続編、制作決定でございます。次、じゃじゃん男性バージョン化制作決定。二度美味しい。どっちでもいけそうな感じにしようかなって思ってます。じゃあ次、まだまだあるよ。はい、こちら、お待たせしました。約1年ぶりですが、未統合 PSD ファイルをね、ピクシブブースの方に追加しておりますので、9月14日まではセールで販売していく予定なので、購入される方はお早めにお願いします。そして予想外の告知はまだやってないよ。さあ、みんな、この後の告知、なんだと思う？もったいぶらずに、ラストの告知。ダダーン！かげこちゃんがド S にお絵かき応援してくれる ASMR CV 前田玲奈さん。俺もちょっと出てるよ。前田玲奈さんとは、ウマ娘のブラスワンダーを担当されてる声優さんでございます。なんとね、とあるね、おかしい企業からね、声かけいただいて、まさかの角川さんから、発売時期はね、9月中旬になっております。皆さん、ASMR 聞いていただけたら嬉しく思います。こんな感じで。イラストってさ、あんたの中にある好きだって気持ちを書き出す作業なんだよ。かげこ CV 前田玲奈。素晴らしい。スペシャルゲスト、かがげ先生役、かがげ、声優デビューします。ストーリー、人気イラストレーターを目指し、イラスト添削塾に入門したあなた。アシスタントのかげこちゃんは、時に優しく、時に厳しく、アドバイスをしたり、書き方を手取り、足取り、教えてくれたり、行き詰まり、スランプに陥った時は、誰よりも寄り添い、励ましてくれたりも。聞きどころポイント！息がかかるほど超至近距離で凝り固まった体をマッサージ。聞くだけで上手くなるイラストのコツをレクチャーみたいなね、感じらしいですわ。そして、前田玲奈さんのね、直筆サイン色紙が当たりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。俺のサインも当たるよ。感想いっぱいお待ちしてます。どうだ？わけわかんねえだろ。みんなが買いまくってくれたりすると、アニメ化もあるかもしれない。変な旋風が来て、かげこかがげブームが来るかもしれない。それはみんなの手にかかってるから。いっぱい予約して、いっぱい聞いてください。体験版のね、サンプルとかもあるから、ぜひ聞いてみてくれたら嬉しいぜ。とにかくこれを予約してください。よろしくお願いします。これ。